次に松浪健太君。日本維新の会の松浪健太であります。冒頭、北朝鮮は昨日、弾道ミサイルを発射をいたしました。我が党は先週の12日にも、国会全体でこの危機意識を共有すべきだということで、安全保障委員会の早期開催を求め、各党に要請書を出させていただいたところでありますけれども、残念ながら、先週はですね、森友問題で国会が止まるなど、やはり国会はコップの中の嵐に終始したと言わざるを得ません。改めまして、安全保障委員会の至急開会を求めまして、質問に入らせていただきます。この決算委員会、冒頭ですね、この決算委員会の在り方については、先ほど私の後任の決算委員長でありました石関議員のほうからもですね、これは与野党ともにですね、協力しないと、これは進まないんだという問題もありました。24年、25年というですね、随分と前の決算をしているわけでありますので、今回これで総括を上げればですね、もう並行して26、27の議論が進んでおりますので、今国会終わらなければですね、閉中審査も含めて、委員長にはご裁可をいただきたいというふうに思っております。そこでですね、きょうはもうこの決算のことについてはですね、重々詰めてきましたので、先ほどから拉致問題等も話がありました。よくこの拉致の問題をですね、アメリカなんかで触れますとですね、国会議員がアメリカに行くとですね、日本も拉致してるじゃないかと。この離婚問題で子どもたちが帰ってこないんだよと、これは向こうではアブダクションという強い言葉で言われるわけであります。で、今日はですね、テロ等準備罪で国際防止条約、国際組織犯罪防止条約に加盟をするということが、我が国では課題になっているわけですけれども、ちょうどタイムリーにですね、昨日の産経新聞が、私が2月に総理、それから外務大臣にもこの議論をさせていただいた状況をですね、産経新聞が載せてくれました。そしてこの問題、実はですね、4月6日の日にも、アメリカの下院の人権省委員会で取り上げられるに至っておりましてですね、海外的には国際問題としては、実はこのテロの問題よりも国際的な注目は大きいという問題ですので、本日取り上げさせていただきます。で前回ですね、ゴールドマン法という法律をこの国会で初めて取り上げさせていただきました。今日資料の2枚目につけておりますけれども、この連れ去りについてはですね、アメリカで、できた法律でありまして、この連れ去りについては、実務公式、国賓の訪問の延期または中止というですね、まさに、外交問題に発展をするし、そしてこれは安全保障関連支援の撤回、制限または停止というところまで行くんだという、毅然とした姿勢をアメリカが示したものであります。これはですね、外務省も当時、あまりこれを理解してないということでしたので、その時私の質問に合わせて、この資料はですね、外務省に正式に訳をしていただいたものであります。その時にですね、岸田大臣と私のやり取りの中でですね、これは使われていないんだということ、そして、同法がですね、安全保障に影響を及ぼすことは考えにくいというような楽観的な言葉がありましてですね、これは岸田大臣にどうこうというんじゃなくて、これは日本の外務省全体の姿勢、政府全体の今までの取ってきた姿勢だと思うんですけれども、私はやっぱりこの答弁は楽観に過ぎるんじゃないかということを指摘をいたしました。そこでですね、この人権小委員会のスミス委員長は、この言葉を捉えられてですね、アウトレイジャスというですね、非常に強い言葉、ビートたけしさんのヤクザ映画でですね、アウトレイジっていうのがありましたけれども、激怒とか、非道な行いとか、アウトレイジャスクライムというと極悪な犯罪とかですね、非常に強い言葉で非難を行った。日本の外務省にもこのやり取り、言葉尻を捉えればいくらも反論はあろうかと思いますけれども、やはりこれまでのですね、司法の在り方、国の在り方、こうしたものがですね、こうした強い言葉になって、現れていると思いますけれども、これまで人権問題でですね、アメリカの議会においてこのような強い非難を受けることは、私、極めて稀なことじゃないかと思うんですけれども、岸田大臣、いかがですか。岸田外務大臣。わが国の人権状況については、例えばアメリカ国務省が
この毎年、この連邦議会に提出している、この米国務省人権状況報告書というものがありますが、この毎年で出されているこの報告書の中で、いろいろ指摘をされています。その表現の強さについてはですね、どれが一番強いのかというのは、一概に申し上げるのは難しいかと思いますが、少なくとも国際的なこの連れ去りに関して、この我が国はこのハーグ条約等に従って、適切に対応していると考えています。ハーグ条約、平成26年4月1日に我が国については発効したわけですが、それ以後、この日本から外国へのこの返還、20案件実現をしております。そのうち米国については7件実現しています。それから外国から日本へのこの返還、19件実現しています。米国についても5件実現をしています。この条約に従って、実際、このハーグ条約等を適切に使い、結果を出しているというこの事実も、ぜひしっかり今後も説明させていただき、理解は得ていきたい、このように考えております。委員長、松並君。今おっしゃったようにですね、適切とおっしゃるんですが、やっぱり我が国、それが遅れてきたので、政権にですね、大変優しい論調の産経新聞がですね、この甘い対応を日本に批判という、この見出しを打っているわけですから、そこはですね、やはり私はしっかりとですね、連れ去りがち転換をということですから、こういう場合はやはり国際問題、感情のもつれもあると思いますので、できるだけ前向きにですね、ご答弁をいただくのが、お互いの信頼醸成につながると思います。そこでですね、この YouTube でも、このスミス小委員長のですね、ゴールドマン法に対するこの質問、公聴会、見れるわけでありますけれども、大変、きつい形でですね、特に今、外交でもトランプ政権、ずいぶんと今までと違う方針を行っているということでしてですね、トランプ政権は、この委員長は冒頭ですね、トランプ政権は前の政権がしなかったことが決断できるんだと。ゴールドマン法に定めるすべての手段を使うという強い姿勢を示しているわけであります。2月のですね、私が予算委員会を、ここでこのゴールドマン法を取り上げたときと違ってですね、やはり、このように、アメリカの小委員長が非常に強い表現を使っていらっしゃるわけですので、これについてはやっぱり認識変えないといけないと思うんですが、岸田大臣、いかがですか。岸田外務大臣。米国の公聴会で、この発言がありました、このクック事案については、この現在、最高裁でこの継続中でありますので、司法の判断を待ちたいと思いますが、我が国として、ハーグ条約等をしっかり適切にこの活用し、対応しているということについては、これからも丁寧に説明をしていかなければならないと思います。しっかりと、この具体的に努力することと合わせて、説明努力についても引き続きしっかり続けていきたい、このように考えます。委員長、松並君。私の質問の趣旨はですね、今お答えになったことは当然なんですけれども、このゴールドマン法の趣旨に関してですね、やはりこれは行われないんだというものよりもですね、やはり非常にシビアにアメリカ等も捉えていると思うんですけれども、これはゴールドマン法に対する認識なので、厳しくこれは捉えていられるのかどうか、そこをもう手短にお願いします。岸田外務大臣。はい、事案に関連するこの米国のこの国内法についても、我が国としてしっかり認識した上で、米国関係者としっかり意思疎通を図っていかなければならないと思います。米国の国内法についても、外務省の立場からしっかり認識を深めていくことは大事であると考えます。委員長、松並君。明確なご答弁ありがとうございました。それではですね、次は法務大臣に伺います。この公聴会ですね、今、大臣がおっしゃったそのクック事案等にもずいぶん触れてあるわけであります。まさにこのジェームズ・クックさんの公聴会なんですけれども、この中でですね、
改正民法766条の解釈についてですね、これは私が3月8日に法務委員会で行った金田大臣とのやり取りが掲載をされているわけであります。この中でですね、もともとはこの改正民法、民主党時代の枝法務大臣の答弁がありましてですね、枝法務大臣は当時ですね、継続性の原則があるから、だから連れ去ったことが方が得だと、そういうことはあってはいけないんですよということをおっしゃった、これを私はすっと大臣にお認めいただきたかったんですけれども、この英語のやり取りですとですね、after long winded evasion of the question となかなか長くぐにゃぐにゃあってですね、で僕がなんかこう何回も聞いて、しぶしぶ認めたみたいな書き方になってましてですね、その時のやり取りがですね、この法務委員会でのやり取り、くたくたやってたっていうことになるとですね、やはりこの問題、やっぱり日本前向きにやってるんだよっていうことを国家で認めていく、政府で認めていくのがですね、これ当然だと思うんですけれども、お互いの両国のために信頼醸成には、私は一役買うんだと思いますので、大臣にはここで、この改正民法766条のこの趣旨と解釈についてですね、この枝大臣の当時から変わっていないんだということをですね、しっかりともう一度ですね、確認をスパッと手短にいただきたいと思いますが、いかがですか。金田法務大臣。松並委員のご質問にお答えをいたします。民法第766条というのは、この親権者や監護者を定めるにあたりましては、この利益を最も優先して考慮すべきことを定めております。ご指摘の継続性の原則とは、裁判所が親権者や監護者の指定をする際の基準として、親子の心理的な結びつきを重視し、それまでの監護状態を継続させることがこの利益にかなうという考え方を指しているものと承知をしておりますが、裁判所は民法第766条の趣旨を踏まえて、どちらの親を親権者とするのがこの利益に資するかという観点から、さまざまな事情を総合的に考慮して、この親権者や監護者の指定をしているものと理解をしております。従いまして、ご指摘のような考え方のみによって、親権者、監護者の指定がされているわけではないものと認識しておりまして、別居する際に、子どもを連れ去った方が親権者の指定において有利になるんだということにはならないものと理解をいたしています。松並君。まさに大臣おっしゃったようにですね、連れ去った者が有利にならないということを非常に今明確にお答えをいただいたと思います。そこでですね、この公聴会でも大変、取り沙汰をされているのはですね、やはり日本の司法の在り方も強く非難をされているわけでありましてですね、これは法務省というよりもやはり司法の話なので、これが大臣が直接ですね、手を下すという問題ではないわけでありますけれども、これを私はですね、国際問題とは思いません。これは国内問題でもあるということでありましてですね、国内では今、超党派でですね、親子断絶防止法の制定を準備しているところであります。海外とはですね、やはり欧米の国はやはり共同親権の国が多いわけで、これが世界の潮流かとは思いますけれども、我が国はそうはなっていないというところで、そこにも齟齬は生まれているし、で司法がやはり、大臣、先ほどおっしゃった民法766条の趣旨がまだ浸透しきっていない、そうした判決も多いのかなと思いますけれども、これまでですね、こうした継続性の原則を過度に用いすぎた経緯があったのではないかというふうに思います。だからこそ、こうした国際問題にも発展しているかと思うんですけれども、この継続性の原則を過度に用いすぎていたのではないかということについてですね、法務大臣の見解を伺います。金田法務大臣。お答えいたします。先ほど答弁いたしましたように、両親が離婚する際の親権者の指定につきましては、さまざまな事情を総合的に考慮をして、どちらの親を親権者とするのがこの利益に資するかという観点から
判断がされているものと承知をしております。したがって、そのような事情の一つとして、これまでの看護状態を継続させるのが良いのか、それをどの程度重視すべきなのかは、個別の事案によっても異なるものでありまして、この点を過度に重視しているという評価は必ずしも当たらないと考えております。いずれにしましても、民法第766条の改正の趣旨を踏まえて、個別具体的な事案に応じて、どちらの親を親権者とするのが、この利益に資するかということを最も優先して考慮して判断がされることが重要であると考えております。松波君。今のご認識はですね、こうした議論が行われている、それからまさにですね、先ほどの産経新聞も、この連れ去りがち、転換をと載っているわけでありますので、法務省の見解としてはいかがかなと思うわけであります。最後に先ほどの公聴会ではですね、明日からペンス副大統領も来られてですね、麻生副総理ともカウンターパートで終わりになるということでありますので、はい、すみません、総理にはですね、こうしたまさにアブダクションイシューと言われないようなですね、ご対応政府としてお願い申し上げまして終わります。ありがとうございました。